親が手術受けるので病院に付き添ったんだけど、検査とか多くない。丸1日かかって疲れたよ。お疲れ。まあ調べると意外と地雷を発見するから大切なんですよ。地雷？そういえば歯医者の麻酔で気分悪くなったことあるって話して食いつかれた。局所麻酔薬のアレルギーかもしれないからね。過去に受けた手術と麻酔は全て貴重な情報なんだよ。美容とかのもちろん。あと婦人科処置や帝王切開、盲腸、扁桃腺の手術や心臓カテテル手術とか患者さんもすっかり忘れていたりするんだよね。全身麻酔で問題があった血縁がいないかっていうのも聞かれた。家族なんで関係あるの？あるある。悪性高熱症っていう麻酔科医が出会いたくないナンバーワンの遺伝性疾患があるんだよ。麻酔薬で発症すると死亡率が 10% にもなるヤバいやつなのに、事前の問診だけが頼りの珍しくて怖いものだね。ゲゲ、なんそれコバ。まあうちは健康には気をつけてるよ。サプリで栄養補充したりね。サプリは血が止まりにくくなるものが多いんだよ。手術前の1週間以上は飲まないでって言われた。そのせいだったのか。あと問診では口が開くか、顎関節症がないか、ぐらつくはわないかとかを調べたかな。そうそう、口を大きく開けてって検査をやった。人工呼吸の器具が入れられるかの判断になるからね。顎が痛くなって口が開けられなかったことがある人は絶対に言ってほしい。問診や検査って意味があるんだね。麻酔科医がとにかく情報を集めるのは爆弾や地雷がないかをチェックして、手術を安全に行くためのより良い地図を作るためなんだよ。おお、なんかすごい。精度が高い患者ごとのマップ作りってことか。最低でも問診と採血、レントゲンと心電図は欲しい。追加では尿検査や CT、エコー、呼吸機能検査が多いね。緊急手術の時は最低限になるってことか。そう、急ぐ中でできる範囲の検査だけでね。だから地図が完璧ではないまま麻酔や手術をやるリスクが緊急手術にはあるんです。あ、感染症の検査はスタッフや他の患者さんの安全を守るためでもあります。安全な手術のために手術前の問診と検査にご協力くださいね。